今回の産業まとめ。習近平、朝鮮戦争について語る。侵略に抵抗したと主張。韓国はとても静かに穏やかに反論。中国の習近平国家主席は、中国人民義勇軍の神戸延長70周年を記念した会議で、米国への抵抗と北朝鮮への援助の偉大な精神は時空を超え、永続的で新しいものであり、世代を超えて継承しなければならない、と話しました。神戸延長戦争の偉大な勝利は、中華民族の歴史の本に永遠に刻まれるだろう、とし、人類の平和、発展、進歩の歴史にも永遠に刻まれるだろう、としています。さらに、共産党中央委員会と国務院、軍事委員会を代表して神戸延長戦争に参戦した有志と、遺族、仲間たちに感謝の意を伝える。中国と北朝鮮両国人民と軍隊は生死を分けて血をもって偉大な戦闘遊戯を作り出した、としています。中国の国家主席が朝鮮戦争に対して直接的な発言をするのは2000年の江沢民以来20年ぶりとのことです。習近平国家主席は、1950年の10月19日に報徳会司令官に率いられ、鴨緑江を渡って朝鮮の戦場に入り、中国人民の意思を示した、と、正義の行動だと強調しています。さらに、中国の神戸延長はアジアはもちろん、全世界に新中国の大国の地位を誇示した戦争だった。世界平和を守ろうとする中国人の固い決意を見せてくれた戦争、と自画自賛しています。これに対して韓国政府は、韓国戦争は北朝鮮の南進で勃発したことは否認することができない歴史的事実、と2日経ってから反論。外交部は、政府は関連の動向を注視しており、我々の関心事について中国側と必要なコミュニケーションと措置を取っている、と話しています。編集書簡。今回の概要。中国の偽りの歴史。もはや誰も知らない生死。結局何もできない韓国。中国にとって歴史というものは事実に基づいたものというわけではなく、いかに現代性が素晴らしいかを知らしめるための物語に過ぎない。そのためには都合の悪い事実をねじ曲げ、抹消し、書き換える必要があるわけですが、彼らにとってそれは当然のことでしかない。この彼らというのは中国人ではなく、現代性である中国共産党にとってというわけです。中国国民はこうして出来上がった神話のようなストーリーを真実だと教えられ、それを誇りに生きているわけです。まあ被害者とも言えるのかもね。北朝鮮国民も似たようなものだと思う。キム・イルソンは日本軍と戦って10万回勝ったんでしたっけ？それだけ勝てば朝鮮は独立してたと思うけど。キム・ジョンウンは銃撃や運転の天才でしたっけ？子供の頃からすごいスピードで車を乗り回したり、銃を撃てば100発100中だったとか？あ、でもキム・ジョンウン自身は、キム一家が使えたとされる宿地法。これ、いわゆるテレポートなんですが、これは事実ではないと認めましたね。この時代にテレポートできるなんて嘘をつき続けるのが無理だと悟ったのでしょう。中国はこうした自己訂正などもしないので、もはや本当の歴史が何であるか、指導部ですら知らないようですね。習近平が最新の歴史研究施設を訪れた時に、日本軍が国民党に対して武装解除を行っているのを目にして、あれ、共産党じゃないの？と言ったとか。外国と関わりがある歴史はもう一つの国がきちんと記録を留めてくれますが、国内の歴史は本当に消えていくでしょうね。大躍進や文化大革命、天安門事件など、最終的にはそれを知る当事者たちが消えて、本当に歴史から葬り去られるでしょう。北朝鮮が毛沢東とスターリンの支援を受けて南進をしたのは誰もが知る事実で、反撃にあって押し返された時点を切り取って米帝の北進というのは無理があります。ただ中国の歴史教科書には北進としか書いていないので、中国人は南進なんて信じないわけですよ。韓国のアイドルユニットに参加している中国人が、朝鮮戦争は神戸延長の歴史だなんてウェイボーに書いて、韓国人に叩かれているそうです。そうだと教わっているから仕方ないわけですよ。宗教の教育を恨むしかない。とはいえ中国は人民日報海外版を通じてたまに朝鮮戦争に対する北側の暴走を批判していたりするようですね。北朝鮮の戦略的誤判だとか、軽挙妄動だとしているわけです。
要するに南進したわけでしょ。こうしたゴミのようなダブルスタンダードを持ちながらも国内は共産党最高に仕立て上げているわけだから、根元から腐っているんですよ。本当の意味で歴史から学ばないのは中国であって、韓国人もいつもの言葉を中国に向けるべきですね。なんだっけ？アンジューコンの旗と一緒によく言っているの。最近見ないから忘れちゃった。今回の矛先はあくまで米国に対して向けられたもので、中国はこの米国との戦いを正義を貫いて勝利すると国民に向けて話しているわけです。そんな中で韓国は流れ弾に当たったような立場で、こっそりとささやかに反論して、あとは何事もなかったかのように中間関係維持に努めているようです。今は中間関係が何よりも大事だそうで、外交部や統一部がもはや筋道の通らない言い訳をして中国を擁護する始末。先日は中国の地図では東海は東シナ海のことで、韓国にとっての東海には日本海としか表記されていなかったとかで怒っていましたね。これもお相手が中国なので非常に控えめだったようです。東海なんてただの東の海だから世界中至るところにあるし、結局は時代主義で、中国様には逆らえないということのようですね。大した歴史観をお持ちでないようで。ねえねえ、中国って嘘つき国家ってこと？死ぬよ。やばかった？なんでそんな直接的な表現を。でもそういうことだよね。海外の人に言わせればそういうことになるんだけどね。宗教はきっと変な理屈で歴史を修正してるんですよ。中国は最高の国だから、失敗した歴史はなかったことになるとか？そんなところかな。消しゴムで消すように人々の記憶から抹消すればそれでいいと思っている。恥知らずだね。中国共産党が失敗しただなんて人民に言えるわけないから。恥ずかしがり屋だから全部の恥を消すんですよ。今時欠点が何もないって方が気持ち悪くない？そんな考えじゃ共産党員にはなれないね。ならないからいいよ。でも彼らが何をどう考えているか知りたければ彼らの気持ちにならなければいけない。ならなくていい。ともかくとして、中国人としてはメンツを保つ方が公共の利益より優先されるんですよ。宗教もそういうこと。じゃあもろに失敗を隠すことを正当化してるの？そんなのでいいの？そこが価値観の違いなんですよ。宗教はそれについては悪いことをしているとは微塵も思っていない。そういう集団なんです。怖い。みんな知ってるのに知らんぷり。みんなの記憶から消せばそれは歴史からなくなると考えているんですよ。現に中国では大躍進の失敗や文化大革命の記憶も記録も消えつつある。でも海外の人は知ってるからダメじゃない？そんなのは欧米諸国の陰謀とでも言っておけば大丈夫だと思ってるんでしょうね。だからある意味は外国とは衝突しなければならない。中国の歴史観や価値観を受け入れなければ中国から利益を得ることができないということ。そんなにデタラメでいいの？気にしない国は気にしないね。そういう国も恥知らずだよ。目先の利益を重要視してるだけの。でも日本にいじめられた歴史は消さなかったんですね。海外との関わりがある負の歴史は消すのが難しいから逆の利用法を考えたみたいですね。ODA で支援していた日本に対して反日教育を始めましたからね。なんでそんなことしたの？支援がなくなるかもしれないのに。天安門事件で世間の批判の矛先が中共に向いた時、手っ取り早くその矛先を向ける先として日本が選ばれてしまったというわけ。中国人にしてみれば突然反日教育が始まったわけだけれども、そういうところは共産党の強権でうまく塗りつぶした。それで中国は反日になったんですね。今は必死に反米教育を進めていることだろうね。今回の抗米延長だなんていうのはもってこいだったんですよ。抗米はいいけど延長はいらないんじゃない？だよね。ただのならず者国家なのに。とにかく中国はデタラメの嘘つき国家ってことだよね。これからも。今日ははちゃめちゃに威勢がいいね。宗教怖くないの？怖い。どうしよう。この前ビビったよ。何その漫才みたいな入り方。違うって。何が違わないでしょ。そうじゃなくって、
この前ヨーグルト失敗したかと思った。ヨーグルトっていつも作ってるあれ？うん。牛乳を農協牛乳に変えた途端固まらなくなって焦った。なんなの農協牛乳って？ちょっと美味しそうな感じので、賞味期限短かったから安かった。それでどうなったの？暖かい部屋に移しておいたら大丈夫だった。単なるお騒がせ？いやー、農協牛乳のせいかと思ったって話。私も白雪さんに教えてもらったんですけど、ヨーグルトってヨーグルトメーカーとか使わなくても増やせるんですよ。あの機械何なんだろね。ぼったくりじゃない？冬でも2日くらいあったらできる？1日半とかかな。最初に牛乳を電子レンジでぬるい温度まで温めてからヨーグルトを入れる。それで寒くない部屋に置いとけば大丈夫。私もやってるけどちょっとお得だよね。安いヨーグルトだとお得にならないかもだけどね。そういえば昔白雪さんの家にあったヨーグルトやばかったよね。それ言っちゃダメ。何か知り合いからもらったカスピ海ヨーグルトとか言って、かなり酸っぱかったよね。あれって変な雑菌が繁殖してたんだと思う。実家のはもっとやばい感じだったもん。すっごいドロドロで酸っぱかった。怖いね。ヨーグルトで死んじゃうよ。今はゆるりんに言われた通り、1ヶ月に1回は新しいの買ってるから大丈夫だと思う。時々取り替えるのが無難だと思う。何の菌がいるかは素人じゃわからないからね。最近フルグラいっぱいかけて食べてる。美味しいんだ。太らない？太らないよ。痩せもしないけど。私最近痩せたよ。ヨーグルト関係ないけど。いいなぁ。どのくらい？太る前に戻っただけ。これからが勝負。いいなぁ。羨ましい。